この前紹介したとっても可愛い毛糸です。これを使ってバッグを作っていこうと思います。この糸だけでバッグを編むには少し柔らかすぎて強度が心配なので、土台となる部分は他の糸で編んでいきます。こちらが試作で作ったバッグなんですけれど、これはバルキーヤーンを使って編みました。バルキーヤーンだと5玉必要になります。ただバルキーヤーンが手に入りにくいかもしれないので、並太程度のアクリル毛糸、これを2玉でやっていこうかなと思います。副資材としてはハンドルチェーンですね。これはセリアさんで購入してきました。これを2個使います。それから、サテンリボン、フリルのサテンリボンですね。これもセリアさんで購入してきました。土台を編むときは8号で編みます。ファンシーヤーンを編み付けるときは 10mm のジャンボ針を使います。ではアクリル毛糸でバッグを編んでいきます。まずは底の部分ですね。作り目をして鎖編み16目編みます。鎖編み16目編んできました。では鎖1目で立ち上がって針にかかっている目から2番目の目に細編みを2目編み入れます。最初の目にマーカーを入れておきます。では次の目から細編み14目、この目にマーカーを入れておきます。細編み14目編んだらマーカーを入れておきます。残っている鎖に細編みを3目編み入れます。次の目から細編み14目編み進めます。この目にマーカーを入れておきますね。細編み14目編んだので、この目にマーカーを入れておきます。ここは最初に細編みを2目編んだところ、同じところに細編みをもう一つ編んで、最初の目に引き抜きます。1段目が編めました。では2段目を編んでいきます。ここからは往復で編んでいきますね。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。ここは飛ばしてこの目ですね。ここに細編みを2目編み入れます。マーカーを入れておきます。マーカーからマーカーまで14目、細編みで編み進めます。細編み14目編みました。ではこの部分ですね、細編み3目ありますが、それぞれ増し目をして細編み6目編みます。1つの目に細編みを2目編み入れています。細編み6目編みました。ではここからここまで細編み14目です。細編み14目編みました。ではあと1、2、残り2目ですね。それぞれの目に細編みを2目ずつ編み入れます。はい、これでこちらのカーブも最初に細編み2目編んだので合計6目になっています。最初の目に引き抜きます。2段目が編めました。3段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。ここは飛ばしてこの目からですね。細編み1目、次は細編み2目で増し目です。
最初の目にマーカーを入れておきましょう。次の目は細編み1目、次の目は細編み2目です。ではここからここまでは細編み14目編み進めます。細編み14目編んできました。ではここ6目ありますね。細編み1目、次の目は細編み2目です。あと2回同じように編みますね。細編み1目、細編み2目、細編み1目、細編み2目、6目から9目に増えました。ではここからここまで細編み14目です。細編み14目編みました。ではこちら側1、2、あと2目残っていますね。細編み1目、次の目は細編み2目です。これでこちら側も最初に編んだ分と合わせて細編みが9目になりましたね。最初の目に引き抜きます。次は4段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。次はこの3目を編みますね。細編み1、次の目は増し目です。次の目は細編み1です。最初の目にマーカーを入れておきます。マーカーからマーカーまで細編み14目です。14目編んできました。ではこちら側ですね。細編み1、次の目は増し目です。そして細編み1目ですね。では残り2回同じように編んでいきます。細編みが9目から12目になりました。ではマーカーからマーカーまで細編み14目です。細編み14目編みました。ではこちら側ですね。細編み1目、増し目、細編み1目。もう一度同じように細編み1目、増し目、細編み1目ですね。これで最初と合わせて細編み12目です。では最初の目に引き抜きます。5段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。ここは飛ばしてこの目から細編みを3目編んで、次の目で増し目です。最初の目にマーカーをつけておきます。細編みを3目編んで、次の目は増し目です。マーカーからマーカーまで14目編みます。細編み14目編みました。では次から細編みを3目編んで、次は増し目です。これをあと2回行います。細編み12目から15目になりました。マーカーからマーカーまで細編み14目です。細編み14目編みました。では残りですね。細編み3目編んで、最後の目は増し目をします。最初の細編みに引き抜きます。では次の段です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。ここは編まずにこの目からですね。細編みを2目編みます。次は増し目です。
細編み2目です。最初の細編みにまたマーカーを入れておきますね。マーカーからマーカーまで細編み14目です。細編み14目編んだら、こちら側は細編み2目編んで増し目、細編み2目です。ではこれをあと2回編みます。細編みが18目になりました。マーカーからマーカーまで細編み14目です。細編み14目編んだら、こちら側ですね。細編み2目、増し目、細編み2目。ではもう一回同じように編みます。細編み2目、増し目、細編み2目ですね。最初の目に引き抜きます。これで底の部分が編めました。ではここから側面を編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。ここは引き抜いたところなので、この目に細編みをします。マーカーを入れておきます。次は鎖1目で1目飛ばして次の目に細編みをします。鎖1目、1目飛ばして次の目に細編みをします。鎖1目、1目飛ばして次の目に細編み。ではこれで1周編んでいきます。では最後のところですね。鎖1目編んで最初の目に引き抜きます。これで側面1段編めました。次の段です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。鎖編みのところに鎖を割って細編みをします。この目にマーカーを入れておきます。次は鎖1目、下の細編みを飛ばして鎖編みに細編みをします。鎖1目、下の細編みを飛ばして鎖編みの目を割って細編みをします。ではこれで1周編んでいきます。では最後のところですね。最初の目に引き抜きます。という形で細編みと鎖編みを交互に下の段と互い違いの位置に編み進めていきます。これを繰り返して、そうですね、高さが20センチぐらいになるまで編んでいきます。だいたい20センチほど編みました。段数でいうと24段編んだところになります。ここで一旦糸始末をします。次は巾着のリボンを通すところを編んでいきます。まず上から10段目ですね。そして半分に折ったところから1目内側の細編みの目にマーカーをつけてあります。反対側も同じように上から10段目、半分に折ったところから1目内側の細編みのところにマーカーをつけてあります。ではマーカーの位置に糸をつけます。鎖編み3目で立ち上がります。次は鎖1目です。ここが細編みで次が鎖ですね。その隣の細編みに長編みをします。鎖1目、次が鎖編みでその次が細編みですね。細編みのところに長編みをします。鎖1目、次の鎖は飛ばして細編みのところに長編みをします。
ではこれで端まで編んでいきます。端まで編むことができました。糸は長めに残してカットします。ではこれを本体側に縫い付けていきます。1段2段ぐらい上のところですかね。上側をすべて縫い付けて裏側に糸始末しました。こんな風にね、中が通るようになります。で、リボンの幅によってはこの部分長編みでなくて長々編みとか三つ巻き長編みにして幅は調整してください。裏側も同じように作ります。ではここからこの糸を編み付けていきます。でまずバッグですが、これは三つ折りぐらいにして少し浅くしておきます。こちら側が深いとちょっと操作がしにくいので三つ折りぐらいにしておきます。糸を手にかけてバッグの内側に入れます。バッグの外側からこの細編みと鎖のスペースが順番に出てくると思いますが、鎖のスペースのところに針を入れます。内側の糸を針にかけて表側に引き出します。次の鎖のスペースに針を入れて針に糸をかけて引き出します。次の鎖のスペースに針を入れて糸をかけて引き出します。これを繰り返していきます。一周編んできました。では編み始めのところにつなげますね。これで1段編めました。では次ですね。すぐ次の段ではなくて一つ上の段に編んでいこうと思います。糸が足りなくなるかもしれないので1段おきで。結構ボリュームがあるので1段飛ばしてもそんなに隙間ができる感じはしないと思いますので、1段飛ばした上の段に同じように編んでいきます。ではこの要領で編み進めます。ここまで編んできました。そうしたら一旦糸を切って糸始末します。その後ここは飛ばしてこの部分を同じように編み付けしていきます。上の部分まで編み付けて糸始末が済んでいます。で編んだところですね、この辺毛足が潰れていますので、こんな風につまんでほぐして毛足を整えるとよりふわふわっとした感じになると思います。全体的に整えていきます。でここまでできたら口のところを内側に折り返して縫い付けていきます。
内側に折り返して縫い付けました。リボンは1メートルぐらいにカットして2本用意します。リボンを通していきます。リボンを1周通しました。もう1本も反対向きに通していきます。リボンを2本通しました。そうしたら程よく引き絞って両サイドでリボン結びします。では持ち手をつけて完成です。ブルーの糸と黄緑の糸でも作ってみました。ブルーのカラーの糸で編んだバッグがこちらになります。編み地はこんな感じです。持ち手も糸を使って編みました。持ち手の編み方はまず中に土台となるこの糸でスレッドコードを40センチほど編んで、それをこのファンシー編んで細編みで編みくるむという形で作りました。こちらは黄緑の糸で編んだものになります。編み地はこんな感じです。持ち手はパールの持ち手にしてみました。これはネットショップで買ったものですね。